リニューアル。母さん、今日場所違いますよね。はい。ですけども、はい。ちょっと今日からいろいろ場所を変えてやってみようということになりましたので、よろしくお願いします。ということで、先生、早速ですけども、今日のテーマはこちらです。はい。正面打ち、正面付き、回転投げですね。はい。回転投げは片手取りやりましたけども、はい。一球になって正面打ちと正面付きがあるっていうことで、これ、手前のさばき方がちょっと違ってくるような形になります。そうですね。回転投げに共通の相手の頭をどう下げさせられるかっていうのは一緒なんですけど、そのさばきがちょっと難しいかな。そうですね。はい。特に自由技とか出てくると思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。それではまず見本動画の方からご覧ください。どうぞ。正面打ちと突きの回転投げですね、それぞれ外回転投げと内回転投げをやってみたいと思います。外回転投げですね、打っていきます。打ち下ろしていいですよ。体を開きます。逃げない。体を開いて降りてきた首をそのまま下ろしましょう。転換してしまうと首が遠くなります、ね、開いて目の前ですね。よいしょ。突きも同様で転換をしてしまうと首が遠くなりますね。開いて外回転ですね。内回転、ここは十字受けを表現されても結構なんですけども、さばきながら当て身の方が個人的にはいいかなと思ってますけど、当てます。切り下ろして当てです。くぐって切り落として首を押さえて、で突きの場合でもう片手で引っ掛けられても今はいいかと思いますけど、昔これをやってると要するに押さえがないから下から引っかかった時にここでポンと裏剣とかもらいやすいから、これをどうしてもやるんだったら両手使いなさいって昔はやってたんですけど、私もまた古いやり方で両手使ってしまいますけど、今は片手で引っ掛けられる方が多いようです。以上です。はい、回転投げですけれども、先生、さばきのところがまず違ってくるっていうことなんですけれども、相手は当然もう正面打ちとか、正面突きで入ってきてるんですけど、ここで押さえたときに、そこでどうやって崩すのかっていうところ、あまりただ押さえただけでは、こっちも体勢十分なような感じ。そうですね。下手に払ってしまうと、こういう反応が来たり、向こうが、まずはしっかり伸びきりっていうか、これ当てていいですよ。当てて、もうちょっと当てて、もうちょっとですか。当たってますよね。当たってますよね。ここで当たらなくなるっていう。まず伸びきらせる。ここでだいぶ崩れます。ここで当たっちゃうと、もうこっちですよね。これで多分分かる方はこれでもう分かるんだけど、ちょっと浮きますね。分かんないだろうからはっきりと露骨にやってます。でこの瞬間にこれで下手に払うと相手生き返りますから、この瞬間に重みを乗せます。この重みを乗せるっていうのがちょっと難しいと思います。これ押さえですよね。そうではなくて、ここに重みを乗せていってあげるという。これもまたちょっと伝わりづらいですね。突き詰めるとまたちょっと別動画っていうやつになってしまいますですかね。
正面も一緒で、これを払うとか受けるとかすると、もう当然なんですけど、相手はそれに対するリアクションが起きますから、やっぱりこれに乗るというのが首がちょうど来てくれますよという状態。そのためにもこの引き足が大きすぎてしまうと、その流れてしまっていまいち、そうですね、はい、ちょうどここで引いて乗せるという。よく重みって表現をしますけど、ここでどうやって重みをかけていくかっていう、そこがちょっと難しいところかも、はい、重みのところはまたちょっといろんなところで使う技術。そうですね。別動画になりますかね。すみません。毎度はい。ちょっとまた別動画増えました。はい、参考にしてください。ありがとうございました。はい、質問コーナーの方も見ていただきましたけども、崩されたところに重みが乗るので、さらにちょっと崩れるっていう感じがするんですね。手先だけでやってると、やっぱり相手が十分崩れないっていうところですかね。そうですね。合気道だと統一体って言ったりするんですかね。そうですね。はい。その辺のところも多分いろいろな場面で出てくると思うので、突き詰めていきたいなというふうに思います。さん、なんか気持ちよかったですね。景色が明るくなった。景色がなんか明るくなった。違うところに出てくるって面白いですね。はい。多分この手で何本か撮ると思いますので、はい、楽しみにしておいてください。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。